よいしょ。金子でございます。ということで、今日なんですけども、白米を美味しく食べたいということでね、白米に一番合う食べ物といったら、カンジャンケジャンですよね。今年一発目のカンジャンケジャン作成やっていきたいと思います。この時期のメスの渡りガニがもう一番うまいです。内子たっぷりで最高です。お値段は高いんですけど、もうそれ以上の価値はあります。というわけで、買いに行きましょう。あげましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。カニを買いたい。うわー、10杯全部メスの内子入りの。めちゃくちゃいいサイズです。いや、なかなか揃わんね。なかなかないですよね。僕も昨日買い行ったんですよ、朝一に。はいはいはい。なかったです。じゃあこれを5杯ぐらい。5杯ね。はい。あ、まだクエいますね。ずーっとすげえいついてる。渡りガニのこのいいやつと悪いやつの目利きってどこで。っていうか今の時期はね、この辺で取れるメスのカニだったら商品にならんような外れを出すのはかえって難しいぐらい。まず外れはない。なるほど。その中でも、まあ、大当たりっていうかのはあんまり綺麗なやつよりこういうなんていうんだろう、脱皮してからちょっと時間が経って甲羅だとかこういうとこが汚れとるような、まあうちらの業界の言葉でひねたっていう言葉を使うんだけど、ひねたカニっていうのを、選んでいった方が、もうこうやって裏返した時にちょっと若干こうね内子がつけとかな、もうこういうやつはもう最高ですね。絶対間違いないです。5杯ぐらいでいいかな。はい、ありがとうございます。はい。すげえ丸々。うまそう。これ何やるの？これはケジャンを作ろうかなと思って。いいじゃん。たまらんは最高だと。これは最高ですね。よっしゃ、じゃあ家に帰って調理していきたいと思います。それじゃあ帰宅。ただいまということで本日の食材がこちら。よいしょ。おっきなメス渡りガニっていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして本日の食材がこちら。おっきなメスの渡りガニっていうことでね、今の時期は最高です。金台さんも言ってましたけど、持ってわかるんですよ。重さが半端じゃないんですよ。渡りガニってこんなに重かったっけっていうぐらいの重量があります。これは間違いなく内子も身もパンパンに詰まってると思います。そしたら今日はこちらでケジャンを作っていくんですけど、いつも僕は新鮮な池の渡りガニを買ってきて、で漬け込んで作ってるんですけど、今日はこの渡りをあえて一度冷凍して身をちょっと柔らかくして、いつもより身がトロットロのケジャンを作っていきたいなと思います。ではまず一度こちらを冷凍してしまいます。で、今日冷凍のやり方なんですけど、ちょっと実験的にあえて発泡に入れて、で水を張って、この水の中で凍らしたいと思います。なんでわざわざこんなめんどくさいことするかというと、冷凍のエビとかを業務用で買うと板状の氷のブロックのまま出荷されるんですよ。で、なんでわざわざエビとかカニを氷の中で氷漬けにするかというと、カニとかエビって冷凍焼けすると身がスッカスカになっちゃうんですよね。で、冷凍焼けってなんで起こるかというと、冷凍庫の中で食材の水分が抜けてっちゃうんですよね。でもこの氷漬けにすることによって食材から水分が抜けてきづらいんですよ。なのでああいう甲殻類は氷漬けで出荷されてるんですよね。スーパーとかで売ってる冷凍のエビとかカニを買っても氷漬けにはなってないんですけど、グリースっていう氷の膜で覆われてるんですよね。なんで甲殻類っていうのは氷で包むことによって品質が落ちにくいんですよね。なので今日はこういう感じでやってみたいと思います。せっかくこんな業務冷凍庫買ったんでね、使いたいじゃないですか。よし、やべ。よし、じゃあこんな感じでひたひたになるぐらい、これでカチンコチンにしていきたいと思います。さて3日間経過しました。もうカチコチに凍ってる頃ですよ。うわ、すげえカチカチだ。めちゃくちゃシュールな絵面ですけど、この冷凍方法が甲殻類には一番いい冷凍方法だと思います。ほんでこれ土間作業スペースのシンクもちゃんとしたやつになりました。いや、ここで撮影できるな。なんかじゃあまずは解凍していきましょうか。さあ、あと結構かかるな。おお。でこういう風に流水で解凍していきたいと思います。ではカニを溶かしている間に恒例のタレ作りをやっていきましょうか。そしたらこの中に他の具材もどんどん入れて合成していきましょう。ケジャン作りはこの作業がとっても楽しい。まずは玉ねぎ、皮を剥いて2つぐらい入れましょうか。
で玉ねぎを半分に切って、もうざく切りでいいです。ザク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 と。で玉ねぎを入れます。できれいに洗った梨とりんごですね、これも入れていきます。これはもうねヘタを外しちゃって、でも輪切りでいいです。ザクザクと。でりんごで梨もいきます。梨も輪切り。そして次はナツメですね。ドライナツメ、これも5粒ぐらい入れましょう。で次は煮干し。今日の煮干しはカタクチイワシじゃなくてママカリ、さっぱの煮干しでいきます。もう全部いっちゃいましょう。バーッと。ケジャン作りは勢いが大事。で次大根ですね。大根は皮むきましょうか。で大根もざく切りで。次は長ネギの青いところ、これも入れます。で次は生姜もざく切り。パラパラパラっと。で次はニンニクですね。ニンニクもパラパラパラっと。ニンニクもうちょっと入れてもいいかもな。ニンニクはもうちょっと入れよう。ニンニクもうちょっと追加で、黒胡椒の粒、これもパラパラパラっと。でそしたら梅酒もさーっと入れます。そしたらみりん、これを今日はたくさん入れます。みりん多めのケジャンダレを作っていきます。すげえね、これいいみりんなんでもったいねって思う方いると思うんですけど、ケジャンはそういうもんなんですよ。一回タレ作っちゃえばこのタレである程度つけれますんでね。今日はサイダーは使いません。いつも使うんですけどね。で今日の醤油はこれ、韓国のジン醤油を使っていきます。超いい匂いがする。これで作ったらうまいわって匂いしますね。で醤油は後入れでいきます。なのでとりあえずこの状態のものを一度煮込みます。よし、これでグツ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 、まあそうだな、30分から1時間ぐらい煮込んでいきましょうか。おっと、入れ忘れたものがありましたね。これ肝臓リコリスですね。これを入れると何とも言えないこの風味と甘みが出るんですよね。結構入れちゃうか。このぐらいパラ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 っと。さあタレを煮込んでる間にちょうどカニが溶けましたね。いい感じです。そしたら溶けたカニをブラシで洗っていきましょう。毎度恒例ですね。このふんどしの裏とかこの甲羅の隙間ですね、こういうところがかなり汚れてますんで、ここをゴシ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 と洗っていきます。神経質になりすぎることもないんですけど、ざっくりとここは洗っていきましょう。で足の付け根とかこういうところ、ここはね口に入るところなんできれいに洗っていきます。そしたらふんどしのここに糞が入ってますんで、糞をこうやってねピュッと取り出していきます。これですね。でふんどしのこのヒレヒレも洗います。ゴシ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 と。ふんどしバキッと取っちゃってもいいんですけど、このふんどしの中にも卵がちょっと入ってますんで、ふんどしもついたままつけるといいと思いますよ。特にこのふんどし周りが本当に汚れてるんで、すげえ綺麗に洗ってください。甲羅側もゴシゴシと。はい、綺麗に洗いました。そしたらここで一手間加えます。このふんどしのこの付け根、ここですね、ここに箸かなんかでブスッと穴を開けます。このぐらいね。こうしてあげると中にタレが入っていきますんで、よりしっかり浸かります。いつもこれしてなかったんですよね。これねすげえ大事だと思う。ではこういう感じでどんどん洗っていきます。はい、ではカニの仕込みが完了しましたら、そろそろタレもいい頃でしょう。
おー、いいですね。じゃあこれをこしていきます。そしたらまず具材をある程度ボウルに出しちゃいましょう。うわ、めちゃくちゃいい匂いがする。これね、今までで一番匂いがいい。これ今日期待大ですよ。でこちらを一度ざるにこします。ざっくりとこしていきます。で鍋にもう一度タレを戻します。でそこにこちらジン醤油ですね。醤油を加えていきます。でこの醤油を入れる段階でちょっと味を見ながら醤油入れていきます。入れすぎてもしょっぱくなっちゃうんで。これ相当うまいわ。2本はちょっと多いかな。半分ぐらいでいいかも。こんなもんでいいと思います。完璧だ。濃さは飲むにはちょっとしょっ辛いかなっていうぐらいがちょうどいいと思いますよ。そしたら毎度おなじみじゃん、壺の中にタレを入れます。よっと。うわー、ちょっと足りるかなこれ。タレ微妙で、そこに赤唐辛子と青唐辛子、これを半分に切ってこの中に入れていきます。赤、緑、おお、それっぽくなりましたね。そしたらちょっと冷まします。はい、そしたら冷めました。カニを入れていきましょう。甲羅を下にして入れていきます。お、全然入りそうだわ。1、2、3、オッケーオッケー。深さがあるから全然余裕。あと3倍ぐらい余裕でしたね。そしたらこれを1日ごとにカニを取り出してタレだけ沸騰、そして冷ましてもう一度カニをつけるっていう作業を2日から3日やっていきたいと思います。でそれやるとね、結構タレが減るんで、このぐらい余裕があった方が安心ですね。よし、そしたら冷蔵庫に入れて、よし、余裕だ。ちょうどぴったり。もうこれケジャン作るためにあるような冷蔵庫。そしたらこれで2日3日寝かしたいと思います。2日3日後に移動。はい、そうしましたら2日経過しました。いい頃だと思うんですよ。よっ、重て、よいしょ。では開けていきますよ。よいしょ。おお、いい。じゃあ取り出していきますね。よっ、おお、ずっしり重いね。こうカニの口からタレがビューッと垂れてきます。っていうことは中までしっかりタレが入ってるってことなんですよね。ほらこれジュワーッと、これが最高。こんな感じです。じゃあちょっと割ってみましょうか。そしたらお皿に葉卵を1枚のせましていきます。ほら、これ分かりますか？この卵の感じ、もうこの段階で外れないでしょ。でパカパカパカっと、いい、めっちゃいい。このエラのところがね、黒く染みてますよね。これタレがしっかり中まで入ってる証拠で、この味噌ですよ。これ味噌と卵、これたまりませんね。置いて、そしたら半分に割って、うわ、肝心な身大丈夫かなと思ったけど、ほらいい感じに染みておりますね。これでここにこう盛り付けていくと、このオレンジ色がね、たまりませんね。漬かり加減はバッチリですよ。問題は味ですよね。こういうふうにどんどんこうやって割ってお皿に盛り付けていく。
どうですかこれ。これカニのクオリティだけで言ったら過去一だと思う。これうまそう。こんなの食べていいの？食べたら人間ダメになるやつだよこれ。ほんでここにこのケジャンのタレですね。このタレをさーっとかけていく。この甲羅の中にもしっかりと入れていく。これポイントですね。はい、これで自家製カンジャンケジャンの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちらのカンジャンケジャン、こんなもん店で食ったらとんでもない金額になりますからね。でカンジャンケジャンっていうのはどうしても咀嚼音が出てしまう食べ物なんで、苦手な方はごめんなさい。なので今日 BGM を切ってあえてその咀嚼音も入れていこうかなと。でまずケジャン食べるときに用意するのが濡れタオル。これは必須です。じゃあまずシンプルにケジャンだけでいきますね。こちらうまそう。いただきます。やっば、間違いなく過去一の出来ですね。すごい新鮮な味がする。で次はやっぱりご飯ですよね。ご飯にケジャンを乗せて、でさらにそこにやめた。やっぱりご飯の上に乗せるんじゃなくて、せっかく甲羅にこんなに味噌が入ってるんだから、甲羅にライスと身を入れて、この食べ方でいきましょう。うわ、やっば。カニ料理で一番うめえ。とんがったここの中にも卵がしっかり入ってますんで、これもかき分けて、でご飯追加で溶かして、でしっかりすくって、うまっ。幸せ感じちゃうな。でケジャンといったらこれを用意して火をつけて、うまい。やばい、手が止まんない。極端な話、で微妙なやつ、ジョッキ缶がコンビニに売ってたんで買いました。はい、こちら何対何かは分かりませんが、いただきます。
ケジャニスト金子のカンジャン TV っていう名前にチャンネル名改名しようかな。それじゃゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は今が時期の巨大な内子たっぷりのメスのワタリガニだけを使ってカンジャンケジャン作ってみましたけども、むちゃくちゃうまかったです。過去一ですね。もう毎回ケジャン作るたびに過去一を更新してってます。もうね、割と完成形まで近づいちゃってますね、あれ。そもそもカニのクオリティがやばかった、今日は。あんなメスガニ見たことない。今時期的に高いだけはありますね。あのレベルのワタリガニって、ほんと年末年始とかそういう時期に買おうとすると、1杯マジで1万円ぐらいするんですよ。そのぐらい最強のワタリガニで作ってみましたけど、マジでうまいな、あれは。で今日タレ作りで分かったことは、出汁は入れりゃ入れるだけうまいですね。椎茸とか昆布とか、あと煮干し、そういう旨味のベースとなるものをいつもの倍入れました。でそのお酒とか、あとサイダーとか、そういうものは今日は極力使わないで、だし汁、醤油、みりん、これほぼ1対1の割合でベースを作ったらむちゃくちゃうまくいきましたね。みりんだったか。ほんでもう一個喋らせてください。これどうしても言いたい。一回冷凍させて穴開けたやつ、あれ絶対やんなきゃダメですね。トロトロ感、あれ冷凍しないと出ないと思うんですよね。マイナス60度の急速冷凍だったら、そのまま生きたままバンと凍らしちゃえばいいと思うんですけど、ご家庭のマイナス10度とかマイナス20度の冷凍庫の場合は、あえて水の中に入れて凍らすことによって冷凍焼きが防げると思いますんでね。皆さんもぜひぜひカンジャンケジャンチャレンジしてみてください。お金はかかりますけどね。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。